んにちは。今日はネットバッグを作っていきたいと思います。ネットバッグって言われてちょっとピンとこない人多いかなと思うんですけれども、無印良品の、ネットバッグが野菜とかをストックしておくバッグとしてすごく一時期話題になったと思うんですけれども、あれ結構簡単に編めるんですね。今日はそんなネットバッグの編み方をご紹介していきたいと思います。今日使う毛糸は湯沢屋さんのワンダーコットンです。見てもわかるようにすごく大きいんですけれども、なんとこれ 200g で糸の長さ約 800m ある毛糸なんですね。なので普通の毛糸だったら2玉3玉使うと思うんですけれども、これは多分1個で編み上がるんじゃないかなと思います。で、まだちょっとネットバッグっていうのどんなのかあんまりピンときてない方まだいると思うんですけれども、ちょっとね軽く絵を描いてみたんですけど、これがね私の描いた下手くそな絵なんですけれども、ちょっと本当に下手くそでこれでも伝わらないかもしれないんですけれども、ここの部分とこの取っ手の部分、ここが細編みですね。でここの部分がこうネットになっている。今これやってみるとね鱗状になってるんですけれども、実際出来上がりはネット状になるっていう感じですね。じゃあまずですね、このネットバッグなんですけれども、どうやって編んでいくかっていうのを説明していきたいと思います。編んでいく順番としては、まずこの物をね入れるカバンの口のところから作っていきます。ここを一番最初に作って、その後このうにょ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 っていう鱗の部分、これを作ります。鱗っていうかネットの部分ですねを作ります。で最後にこの取っ手の部分を作ります。こういう感じで編んでいきます。でこの説明だけ聞くとこうねそれぞれ単体に作って縫い合わせるのかなって思うと思うんですけれども、この編み方は縫い合わせが必要ありません。ここからこうガーッと縫って、そのまんまこのねネットの部分を縫って、でこれ表ね、この裏側にこうずっといくんですね。で裏側のこの開き口っていうんですかね、ここまで編んだら今度そこからつながってこの取っ手を編んでいくっていう方法なので、こう針とかを使って最後に縫い合わせる作業が苦手な人とかでも挑戦していただけるんじゃないかなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは編んでいきます。今回このワンダーコットンなんですけれども、ワンダーコットンの糸がですねすごく細いんですね。で大きいバッグを作るとき、私はこの細い糸で編んでいると絶対に挫折してしまうので、この糸2本取りでやっていきたいと思います。で内側と外側から1本ずつ糸を取って、この2本取りでやっていこうと思います。そうするとねこういう綺麗なグラデーションにはならないんですけれども、いい感じにこう色が混ざって綺麗な見た目になるんじゃないかなと思います。ちょっと出来上がるまでどんな感じになるのかわかんないっていうのもちょっと楽しみだなと思います。でこのワンダーコットンの使用かぎ針の目安が3から4号って書いてあるんですけれども、今回は2本取りで編んでいくので、ちょっとざっくりめに編みたいので6号のかぎ針を使用したいと思います。まずこの1番の部分から作っていきます。まず鎖編みをするので、最初は引っ掛けて結びます。で針を通します。でお好みの長さになるまで鎖編みをします。ここの長さですね。だいたいどれぐらいがいいかな。私は10センチぐらいが可愛いかな。ちょっと大きいかな。10センチぐらいがいいかなと思うので、それぐらいまで編んでいきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
これぐらいですかね。今20目編みました。20目でちょうど10センチぐらいになったので、この長さでいきたいと思います。ちなみにこの最初の目数なんですけれども、忘れてしまうと最後のこの戻ってきた時のね目数と合わなくなってしまうといけないので、最初の目数どこかに必ず書いておいてください。ここですね。今回は20目です。そしたら立ち上がりを1目編みます。で細編みを入れていきます。細編みを編むときはここにこのね編み目の外側、もうちょっとピントが、この編み目の外側に入れる場合もあるし、この裏の部分を取る場合もあるんですけれども、これは好きなところを取ってもらって構いません。私はこの後ろを取るやり方がやりやすいので、ここを取っていきます。出来上がりにそんなに違いはないので、好きなところを取って大丈夫だと思います。これを20目編んでいきます。ちょっと私最初がね、これ見失っちゃいやすいので、最初だけマーカーをつけておきますね。大きな作品を編むときはマーカーをつけると後々ね、ここわかんなくなっちゃったとかがなくなるのでいいんじゃないかなと思います。これ1目目ですね。見つけました。2、3、では裏返して3段目を編んでいきます。立ち上がり1目編んで、そこから、私の場合はこの奥の目を最初取って編んでいたので、2段目も奥の目を取って編みます。2段目が編めました。こんな感じでこのね幅を好きなだけ、自分の好きな太さになるまで編みます。で細いと華奢な感じになりますし、太いとしっかりした、ここがね太くなるとしっかりした印象になると思うので、自分のお好みに合わせて編んでください。私はもうちょっと太い方が好きなので、もう少し編み進めていきたいと思います。今5段編みました。1、2、3、4、5ですね。5段編んで、ここの長さが2センチぐらいかな、 2.5 センチですねになったので、ここで次の工程に移りたいと思います。では次2番の部分をやっていきたいと思います。この鱗みたいになってる部分ですね、ネットの部分です。いきます。ではまず立ち上がりを1目編みます。そしたら細編みを1回します。で今まではこの外の部分、こっちの部分にかけて細編みをしていたんですけれども、今回はこの2つ両方に引っ掛けて細編みを1回します。そうしたら鎖編みを5目編みます。1、2、3、4、5編みました。でこの
の今細編みをしたこの目の隣ですね、この隣、ここにまたこう2つ通して細編みをします。そうするとこんな感じで輪っか、このね、こう見るとわかるかな、ここの部分、この鱗の1個ができました。もう一回いきます。今細編みをしたのでここから5目編みます。1、2、3、4、5で、この隣、ここですね、ここに2つ両方通して細編みをします。これで2つ輪っかができました。これを1番列の最後まで続けていきます。はい、1段目編めました。こんな感じでちょっとフリフリフリってなっています。今はあんまりこの穴がこうちょっとよくわからない状態なんですけれども、いっぱい編んでいくとちょっとわかるようになってくると思います。はい。で、途中で目数がわかんなくなっちゃったりした場合、私はここが20目あるんですけれども、20目に対してこう1個ずつ輪っかを作っていくので、このフリフリ、この輪っかは全部で19個になります。なので、目数が分かんなくなっちゃった場合は、このね、ピラピラの数を数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、19個あるので、これで、正しい目数だっていうのが分かるかなと思います。そしたら次の段やっていきたいと思います。基本的にはこのね、鎖編みを繰り返していくだけなんですけれども、この生地を反転させます。で、立ち上がりの1目を編みます。で、次なんですけれども、最後にこの細編みしたところですね、ここになりますね。この1目、ここを取ります。で、ここに細編みを1目編みます。で、1、2、3、4、5、鎖編みを5目編みます。で、次の細編みなんですけれども、次の細編みはこの輪っかの間、輪っかの中にこう針を通します。この糸のところに通すのではなくて、この輪っかに通します。で、ここで細編みを1回します。そうするとここに輪っかができました。で、このまま1、2、3、4、5と鎖編みをして、今度はこの隣の輪っかに入れます。輪っかに入れて細編み、そうすると2つ目の輪っかができました。こんな感じですかね。ちょっとこの編み目が分かってきたかなと思うんですけれども、これがつながるとこういう感じになっていきます。ではこの輪っか2段目をこのまま続けてやっていきたいと思います。編み部分2段目が完成しました。これを自分の納得のいく段まで進めていきます。で、今こういう感じで片側しか写ってないんですけれども、
この表裏両方とも一続きに編んでいくので、今ここが終わってここを編み進めていくんですけれども、この縦の長さ、片面がちょうどいいなという長さになったら、片面納得のいく長さの倍の分編んでいくという形になっていきます。それでは自分好みの長さになるまでこれを続けて編んでいきたいと思います。綺麗に仕上げるコツなんですけれども、この間にこの穴の中に入れて細編みをするときに、ここがねこう離れた状態で、こういう感じでね、ここが離れた状態で編んじゃうと、この編み目がすごく大きくなって伸びていっちゃうので、ここを必ずこの左手の人差し指で引っ張ってギリギリに、ここのねこの紐が結構ギリギリまで来るように近づけてから細編みをすると、締まった綺麗なネットができると思います。こんな感じで結構長く編み上がりました。今この編み編みのネットの部分だけで47段編みました。でこれがこう半分にして細編みの口の部分をつけて、こういう形になります。なので、47段編んでるんですけれども、実際は半分の長さのサイズになるという形になりますね。で47段という奇数段にしたのには一応理由がありまして、また今からこの部分を編んでいくんですけれども、この細編みの部分が表と裏で反転してしまわないようにするために奇数段編みました。なのでこの出方あんまり気にならない人とかはそんなに気にしなくてもいいと思うんですけれども、一応奇数段にした方が綺麗に模様が出るかなと思います。で数え方なんですけれども、ここは入れずにこのネットの段だけで数えます。で分かりやすいやり方としては、この一番最初のこの穴ですね、大きな穴、ここにマーカーを入れて、ここを1段とします。で1段、隣のここを2段、3段、4段、分かりやすいかな、分かるかな1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47っていう感じで、ここで47で終わりになってます。はい、この一番最初の細編みの部分から段数を数えてしまうと、この最初の細編みを何段やったかによってこの偶数で終わる奇数で終わるっていうのは変わってきてしまうので、はい、必ずこのネットの段数を数えるようにしてください。ということで今こんな感じで編めましたので、このネットの上にこの細編みの入り口っていうのかなの部分を作っていこうと思います。ではまず立ち上がりの1目を編みます。で細編みを編むんですけれども、この大きなネットの右隣のこの一番端っこ、この穴ですね、この穴に入れます。ここでまず細編みを1つ編みます。そしたら次はこのネット編みの中に入れて細編みを1目編みます。次は隣の穴です。3、次も隣の穴、4、次も隣の穴。はい、こんな感じで20目編んでいきます。そう、これですね、一番最初
ここ20目編んだので同じ数だけ編んでいきます。で結構緩くなりがちなんですけれども、キュッとギリギリまで絞るというか、キツキツに編むと綺麗になるんじゃないかなと思います。で最後の目はここですね。ここに入れて、これで20目ですね。編めました。長さがこの長さからちょっとねキュッと短くなりました。そしたら裏返します。でまた立ち上がり1目編みます。で今度は一番最初編んだ時はこのね裏の部分、後ろの部分を取って細編みをしていたので、今回もこの後ろの部分を取ってまた細編みを20目していきます。後ろですね、後ろと。はい、20目編めました。また裏返して細編みをしていきます。立ち上がりを1目編みます。また裏の目を取って編んでいきます。はい、これで4段編めました。4段っていうのは、この一番最初にこの編みを全部細編みで小さくしたと思うんですけれども、それは1段とは数えずに、その土台を作ってから1,2,3,4段編みましたね。一番最初も鎖編みを1段編んでから4段その下に編んだと思うんですけれども、それと同じ感覚ですね。このネットを小さく縮めるために細編みで1段土台を作って、そこから1,2,3,4段編みました。そうするとこんな感じで、本体この部分1番と2番の部分が今完成しました。ここから今度はこの3番の取っ手の部分を作っていきます。これもここからつなげて作れます。ではそのまま3番の工程に行きたいと思います。3番の編み方としては、今この一番端っこにここに編み終わりが来てるんですけれども、ここからずーっと今度はこっち方面、この下のところを編んでいって、で後ろもぐるーっと編んでここに戻ってくるっていう感じですね。で、何段かこの太さに合わせて編んでいくっていう感じになります。今の説明で分かりますかね。なので、これでいくとここからずーっとこのネットの部分をずーっと編んで、今度ここの取っ手の部分を編んで、また今度こちらにつながってくるっと編んで、またこの取っ手の部分を編んで戻ってくるっていう感じですねになります。立ち上がり1目編みます。最初ここなんですけれども4段編んだと思うので、それに合わせてここに4目細編みを入れていきます。まずこの一番すぐ左のちょっと置き換えてるところ、ここに1目入れます。で多分これ一番最初が分かりにくくなっちゃうので、最初の1目のところに印をつけておきますね。で2目目はその隣のここに入れます。この入れる場所はあんまり気にしなくてというか、こだわらなくて大丈夫です。なんとなく4目入ってれば大丈夫なので、これで2目。3目目はこの隣のちょっと置き換えているところに入れます。4目目は
ここら辺かなっていうところに入れます。目数さえ間違ってなければ綺麗にできるので、入れる場所は分かんなかったら適当でも大丈夫かなって思います。そしたらここなんですけれども、この大きな穴に1目入れます。次、鎖編みを1目入れます。そしたら今度はこの隣の穴、こっちじゃないです、この一番端っこに開いてる穴ですね、ここに入れます。で、鎖編みを1目入れます。次の穴はここです。ここです。ここに1目入れます。また鎖編みを編みます。次はここです。ここは無視してくださいね。ここに入れます。こんな感じでずっとこの47段分、47目ですね、編んでいきます。細編みと鎖編みを繰り返します。ネットの部分47目編めました。そしたらここの部分また4目編んでいきます。4目編めました。次、今度はこのね、取っ手の部分、ここの部分を編んでいきます。取っ手の部分なんですけれども、鎖編みで自分の好きな長さに編んでいきます。まず鎖編みで編んでいきます。1、2、3。今私はここを40目編みました。ちょうどいいかなっていう感じなので、これで先に進みたいと思うんですけれども、この取っ手は2つあります。後でこっちの裏側もつけるので、目数は忘れないように、ここに取っ手の長さですね、40目という風にメモしておいてください。40目編み終わったら、私は印がついてるんですけれども、この端っこですね、ここに編みつけていくんですけど、ちょっと注意事項がありまして、鎖編みがねじれないようにきちんとこう見て、全てがこう表に来るようにして、この状態でここに編みつけてください。そうしないと後で2段目3段目編んだ時に取っ手のこの幅がねじれておかしなことになってしまうので、必ず綺麗にまっすぐにこの目が、同じ目がこう見えているように確認をしてから編みます。でここも4目ですね。1目、2目、3目、4目編めました。今度は先ほどと違って1段目がこの奥に穴があって、2段目が手前に穴があるものになるので、一番最初1目
ここ鎖でもいいんですけれども、ちょっと安定しないので、一番最初の1目はここに細編みを編みつけます。でその隣から細編み、鎖編み、細編みという風に繰り返していくのがいいんじゃないかなと思います。でこちら側は最後の目もこの奥まっている方なので、最後の目も1つ細編みをします。これで47目編めました。またここ4目編んでいきます。1、2、そしたら取っ手の部分、先ほど40目編んだので、こちらも鎖編みを40目編んでいきます。はい、40目編めました。そしたらまたこの向きですね、きちんと揃えて、ねじれてないことを確認して、一番最初の印のところに、これはここは引き抜き編みでくっつけます。これで取っ手の部分の1段目が完成しました。ちょっと確認してみるとこんな感じですね。よいしょ。まだちょっと細いのでいびつなんですけれども、こんな感じになってます。であとは細編みでここをずっと何段も増やしていって、ここを太くするっていう感じになりますね。私はここ4段で編んだので、4段ぐらい編んでいこうかなと思います。2段目立ち上がりを1目編みます。そしたらここに入れて、あとは普通に細編みをしていくだけなんですけれども、こっちの入り口のところは外側取って外側取ってっていう風にやってっていたんですけれども、こちらの場合はずっともうこの2つを取って、こういう感じで編んでいきたいと思います。2つですね。なんで編み方を変えるかっていうと、この2つ両方取って編んだ方が多少強度が増すっていうのと、あとは、こちらの場合は、こういったら反対向きにして戻ってきて、でこうジグザグに編んでいたので、こういう風に綺麗にこのね模様が出てたんですけれども、この部分、この周りの部分は、ずっと円でぐるぐるぐるって編んでいくんですね。こう折り返しがないので、外だけ取って編んでいるとずっと片側に模様が出てしまって、こういう感じで美しい模様が出ないので、だったら、このこう2つ取ってずっと編むのでもいいかなという感じで、あんまり模様が出ないので、その模様のことを気にして編む必要がないかなというので、この側面はこの2つ取って編むやり方をやっていきたいと思います。今2段目このように編んでるんですけれども、3段目も4段目も全部この2つを取って細編みっていうのをやっていきたいと思います。ここまで編みまして、次はこの取っ手部分の2段目に行きたいんですけれども、今までずっとこの2つを取って細編みをしてきたんですけれども、この部分はですね、ちょっとこの2つを取って細編みをするということが難しいので、この鎖編みの次の段をする場合
この次の段だけこの後ろの部分を取って細編み、後ろの部分を取って細編みという風にしていきたいと思います。ここですね。後ろだけ取って奥っていうんですかね。はい。奥の部分だけ取って細編みって感じですね。もう自分の編みやすいやり方でやればいいと思うんですけど、私はこの奥側を取るのが一番やりやすいので、こんな感じでね、すべて奥を取って編んでいきます。でこれも2段目というか3段目っていうんですかね、次の段からはこの土台がしっかりしているので、この2つを取って細編みっていう感じでいいと思います。この最初の段だけですね、ちょっとイレギュラーな感じで取る場所を変えて編んでいくのがいいかなと思います。はい、この周りの部分も4段編めました。ちょっとバランスを確認してみましょう。こんな感じですね。バランスもこれぐらいの幅でいいんじゃないかなと思うので、これで糸処理をして終わりにしていきたいと思います。ではここですね、10センチぐらい残して糸を切ります。スーッと切っていきます。ここが編み終わりなんですけれども、この編み始めのところに糸を通して、そうするとここが1個輪っかになってつながりが良くなるので、こんな感じですね。この状態で適当なところで下に入れて、内側で通していきます。返し縫いをして、もう一回返し縫いします。あと糸処理をするのはこの編み始め、一番最初のところですね。編み始めはこっち側、この持ち手のところに通してあげると、ここがしっかりとつながりますね。もう一回。この閉じ方も別にそんなに正解とかっていうのはないので、こう糸がね気にならないように、そしてしっかり止まっていれば、ほつれてこないように止まっていれば、正直何でもいいと思います。自分のやりやすいやり方でやったらいいんじゃないかなと思うんですけれども、私はこれでまた同じようにちょっとこっちにね通して、また返し縫いをして、返し縫い2回ぐらいですねしていきます。はい、これで完成です。ちょっと全貌を写すとこんな感じですね。ここもしっかりとねじれてないか確認して編んだので、きちんとねこういう感じでねじれずにできています。は
で 200g の毛糸を使ったんですけど、多分半分ぐらい残ってますね。 100g ぐらいでこれができました。サイズ感は横が32センチぐらいかな、30センチちょっとと、縦も30センチぐらいですね。はい、縦横30センチぐらいのネットバッグとしては少し小さいサイズかなと思いますけども、こんな感じで、ちょっとねお買い物とか行くときにお財布とか入れるのにいいんじゃないかなと思います。あとはこうやって結構大きく広がるので、ちょっと今お弁当がないんですけど、こういうお弁当サイズのものとかをねこうやって入れて、コンビニとかのね買ったお弁当入れとしてもすごくいいんじゃないかなと思います。意外と穴が小さいので隙間から物があんまり落ちてくることもないと思いますし、すごく軽くてね、でシワにならないので、こういう感じでちっちゃく丸めて持ち歩いてエコバッグとしても使えるんじゃないかなと思います。本日はネットバッグの作り方をご紹介いたしました。レジ袋もね有料化になりましたので、ぜひこんな感じでね手編みのバッグ作って持ち歩いてみるのもいいんじゃないでしょうか。この動画がいいな、参考になったなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。